どうもこんにちは、モンさんです。今回はグラボの選び方2023、モンさん流グラボの選び方を紹介します。皆さんはどのようにグラボを選んでいるでしょうか。グラボを選ぶのは難しいですね。きっとこの動画を見ると自分で選べるようになります。動画の最後にはプレゼント企画も用意していますので、ぜひ最後までご覧ください。それではこちらの流れで説明します。2023年5月現在の NVIDIA グラフィックボードで説明します。今回の説明では主に6項目説明します。グラフィックボードの主な役割、使用目的を説明します。1、モニターに画面を出力します。最近では CPU にグラフィックが内蔵されているモデルが多く、ゲーム用途以外ではグラフィックボードを購入する機会は減っています。2、3D 映像を高速に計算することができます。3D 計算命令にはDirectX と OpenGL の2種類があります。ゲームでは主に DirectX が使われます。CAD や学術系、映像処理系では OpenGL が使われます。以前は OpenGL は Radeon Pro や Quadro が使われていましたが、最近ではゲーム用グラフィックボードも高速になりました。OpenGL が高速に計算できるグラフィックボードは高価で業務用なので、今回は説明を省きます。グラフィックボードは一般的にはゲームを美しく、高速、高解像度で実行する用途で使われています。3、動画のエンコードを高速で計算できます。NVIDIA では NVENC、AMD では VCE というハードウェアエンコーダーを実装しており、ほとんどの計算をグラフィックボードで行い、CPU 負荷率を下げることが可能です。エンコードだけで言えば、最近のインテルの内蔵グラフィックにはクイックシンクビデオ、AMD の内蔵グラフィックには VCE が搭載されているため、編集を行わない生配信では CPU の内蔵グラフィックで十分です。モンさんが生配信を行っている PC は Athlon220GE の内蔵グラフィックを使っていて、 CPU 負荷率も 3% 程度なので、配信用マシンにはグラフィックボードを無理に増設する必要はありません。4、プログラマブルシェーダー。プログラマブルシェーダーはいろいろな計算に使えます。様々な繰り返し高速演算が可能です。NVIDIA では CUDA、AMD は CU もしくは GPGPU と呼称されています。例としてはマイニングの計算、AI の計算などに使われます。AI なんて開発しないし使ってもいないよと思いがちですが、一部の音声のノイズリダクション機能、一部のウイルス対策ソフトの計算部分はこのプログラマブルシェーダーを使っていますので、高速なグラフィックボードを取り付けるとパソコンの動作が軽くなったなんてことも期待できます。 NVIDIA GeForce のモデルナンバーの読み方や意味を説明します。最初の3文字はクラスを表します。クラスは3種類です。 RTX はゲーミングクラスでリアルタイムレイトレーシングといったリアルな光反射、影表現のためのチップが追加されています。高解像度ゲームを高速描画するための DLSS 機能用チップも追加されています。 GTX はゲーミングクラスです。光反射や影表現は疑似的に行います。動画エンコーダーはこのクラスまでについています。
予算を抑えて動画編集したい場合は GTX クラスを買うのが良いでしょう。GT は一般クラスとなり 2D 描画が主な使い道になります。また動画エンコーダーがついていませんので、動画編集や生配信は苦手なタイプになります。クラスの後ろに記載されている2桁の数字はシリーズを表します。この数字が大きい方が新しいモデルになります。次の2桁の数字は型番を表します。30から90まで数字があり、そのシリーズのミドルレンジ中央帯は60番になります。現在は 1080p フルスクリーンで快適に遊べるのは60番以降になるので、わからなかったら60番以降を買うと良いと覚えておくといいでしょう。最後に枝番になります。時期によって書いてある文字が変わりますが、現在は TI です。同一型番では TI 付きの方が計算能力が高いという型番間の中間グレードを表します。RTX を選択した場合は、実装されている機能のコア性能に注意が必要です。もし 3D ベンチマークで性能が近いグラフィックボードが近い価格で売っていた場合は、シリーズが新しいものを買いましょう。ゲームプレイする側としては、ゲームが対応していて、ゲーム内のグラフィックオプションをオンにするだけなので、詳しい内容を知る必要はありません。新シリーズの方が早いとだけ覚えておけば間違いないでしょう。同一型番で比較した場合は、RT コアは20シリーズと40シリーズでは最大約4倍速になるようです。テンサーコアも高速になりますが、現在はフル HD のゲーミングモニターが主流なので、ゲーム内オプションすら表示されません。こちらは気にする必要はないかなと思います。リアルタイムレートレーシングも DLSS も対応ゲームしか機能しませんから、そもそも使わないやっていう人は全く考慮しなくていいです。自分がやりたいゲームが対応していて、この機能を使いたい人だけ新シリーズを狙っていきましょう。確認項目を説明します。価格。最近は半導体不足やメーカーの流通量調整で価格が上がっています。マイニングによる急激な需要の増加と減少、流行り病による市場の冷え込みと流行収束に伴う市場の回復など、これらの影響を受けて作りすぎた製品の市場流通による新旧シリーズ併売が原因で、新シリーズも価格を抑えて販売することができないようです。時期によっては旧シリーズが高くなったり、マイニングに使えるグラボが高くなったり、使用用途によって価値が変わり、値段が上下します。よく買うときに時期が悪いと言われますが、現在は市場が混沌としているため、買うべき時期はありません。欲しい、買おうと思った時が時期であり、ユーザーは自分の用途別に絞り込む必要があります。チップ種類の絞り込み。自分が払える金額を確定したら、チップの種類を絞り込みます。各チップの描画性能はパスマークのD3G 平均数値を参考にすると割と比較が楽です。現在は新旧シリーズが併売されているため、自分の用途やレイトレを使うかどうかでチップの種類を選定します。CPU とのバランス確認。動作するかどうかではなく、グラフィックボードの性能を活かしきれるかの確認をしておきます。一般的にはボトルネックの確認です。ボトルネックとは CPU とグラフィックボードバランス。CPU もグラフィックボードも交換可能部品なので、
いずれ交換する予定だから価格を抑えたいとか、CPU はカツカツの最上位を買うわという人は別に確認する必要はありません。またボトルネックを気にしすぎるのもよくありません。大きさ。グラフィックボードは長さ、幅、高さが表示されています。大きさや幅が PC ケースの寸法より大きいと物理的に入りません。すでに PC ケースを持っていて組み替える人も、今からケースを選ぶ人も確実に入ることをチェックしてください。動作ロック。同一チップであってもモデルによって動作ロックが異なります。近い価格で売っている場合は動作ロックが高い方を買うと幸せになれます。しかし動作ロックが高いと発熱が大きくなるので、ケース内温度を上げたくない人は動作ロックが低い方を選ぶと幸せになれます。 VRAM。 最近のゲームでは最低 4GB を要求されることが多いです。市場ではモデルによって VRAM 量が異なる型番が流通していますので、 VRAM 量を見ておくといいでしょう。バックプレート。グラボがでかくて重くなってきたのでバックプレートがついているものが多いです。バックプレートがないと基板が自重で反ってきて故障の原因になります。モデルによってはバックプレートから放熱しているモデルもあります。ないものよりはついているものの方がいいです。1ファンモデルだとバックプレートがない場合があります。小さくて軽いから不要なので1ファンモデルでは気にする必要はなさそうです。そういうモデルでも電圧勝ち上げしてオーバークロックするんじゃーって人はついているものを探しましょう。推奨電源電力。高性能で大電力を要求する上位のモデルは電源ユニットの定格出力電力を記載しています。4090に至っては 1000W の電源を要求していたりするので、どんどん PC 全体の値段が上がりますね。壁コンセントは 1500W まで、延長コードは 1000W から 1500W までなので、 PC をつなぐときはタコ足配線しないように注意しましょう。延長コードが解けます。メーカー。今はチップメーカーとグラボメーカーが仲良しで、設計品質はどこのメーカーでも似たようなものです。 NVIDIA はファブレスといって製造部門を持ちません。グラボメーカーはパートナーメーカーと呼ばれ、展示会には一緒にグラボを出展していたりします。グラボには大きくファウンダーズエディションとオリジナルファンモデルがあります。ファウンダーズエディションは基板まで NVIDIA が設計したもの。その設計を少しアレンジしたものがオリファンモデルとして各メーカーから販売されています。ファウンダーズエディションは流通量が少ないためあまりお目にかかれません。製造品質は口コミなどを調べて、新品なのにコネクタが取れたとか、ネジが緩んでいたとか、そういう不具合情報の少ないメーカーを選びましょう。モンさんはこれまでグラボを買ってきた経験上、 C から始まる国のメーカーは避けています。深く聞かないでください。グラボ選びを実践してみます。予算は CPU とグラボに避ける金額は8万円とします。では行ってみましょう。価格 .com のサイトで CPU を検索します。今回は AMD の CPU と組み合わせしてみます。もちろん Ryzen を選択。価格が安い順でソートします。グラボに6万円くらい残しておきたいので CPU は2万円程度にします。予算いっぱいの 5600X を見てみましょう。スペック詳細を確認します。ここで注目したいのが PCI Express の Gen です。RTX30 以降は Gen 4に対応しているので Gen 4かどうか確認します。Gen 3でもいいんですけど、より早い方がいいよね。今回選んだ CPU は Gen 4なので、とりあえずこれをキープとしてグラボを選びます。
次はグラボを選びます。まずは予算で絞り込んでみます。安い順にそうとして NVIDIA のみの表示にします。どうやら6万円で買える最上級のグラボは RTX3060 と 3060Ti のようです。今回は予算いっぱい使うことにし、上の2つを比較します。少しでも出費を減らしたい場合は 3060、3060Ti で絞り込み各製品を比較します。スペック詳細に情報が少ない場合はメーカー使用表を参照します。動作ロックは 1777MHz、VRAM は 12GB、長さは 264mm と短めでケース選びに苦労しなさそう。電源ユニットも 500W から大丈夫のようです。次は G10 の MSI のものを参照します。こちらは3連ファンなので冷えそう。オーバークロックしても大丈夫そう。動作ロックは 1845MHz。こちらの方が安いのにクロックは高め。しかし3060と 3060Ti は厳密には別のチップになるので周波数で単純比較はできません。VRAM は 8GB、エルザのものより少ないので安いということか。ボード長さが 323mm とかなり長いのでケース選びは慎重に。電源ユニットは 600W、エルザのものと大差ありません。2つ並べて比較してみます。エルザは動作ロックは低いもののボードが短いのと VRAM が多いのが魅力的。MSI のは VRAM こそ少ないものの動作ロックが高いのが魅力的。パスマークのサイトでスコアを比較してみます。ビデオカードベンチを選択し、ハイエンドを選択します。データが多すぎて見つけられないので型番で直接検索します。どうやら 3060Ti の方が 20% ほど高速です。速度重視なら 3060Ti です。主にプレイするゲームが VRAM 使用率が高いということにし、VRAM 重視として3060に仮決定します。CPU とグラボのバランスを確認します。今回は PC ビルドさんのボトルネック計算機を使ってみます。なんとバランスは抜群でした。奇跡かよ。
ではこの製品の詳細をもう一度確認します。バックプレート付きで頑丈、裏面も冷えそう。2ファンだけどヒートパイプも豪華で問題なさそうです。最後に口コミも参照してみます。不具合情報の愚痴は書いてありませんでした。付属のソフトがダメそうですが、別のソフトで代用できるので問題はありません。ネット検索してもいいです。ここでは割愛します。これで CPU とグラボを最終決定にします。今回参照したサイトは概要欄にリンクを貼っておきます。どうでしょうか。めっちゃ面倒くさいですよね。面倒くさくてやってらんないよね。そこでプレゼント企画。モンさんが普段グラボをチョイスしている時に使っているグラボ一覧の Excel シートをプレゼントします。概要欄にダウンロードリンクを貼り付けておきます。こちらがその Excel シートです。RTX40 シリーズ、30シリーズ、GTX16 シリーズ、GT クラスの現在売っていそうなものを一覧にしてあります。項目はメーカー、企業の属する国、チップ種類、型番、サイズ、動作ロック、機能、パスマークスコア。この Excel でソートしたり、性能で絞り込んだり、削除したり、データを追記したり、自由に使ってください。これまでいろいろ説明してきたことのほとんどが、この Excel シートで検索、比較ができてしまう優れものです。こんな優れものがあるなら最初に言ってよと言われるかもしれませんが、説明を聞いていないとこのシート使えないでしょう。ということで概要欄のダウンロードリンクからどんどんダウンロードしてね。今回はモンさん流グラフィックボードの選び方を説明しました。他の部品の選び方も動画にしています。アノテーションや概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたな。